こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。今月の冬ドラマ OST の1曲目はレモンさんからリクエストいただきました愛の不時着の OST でダビチさんのサンセットノールという曲をカバーします。レモンさんからは番組を始めてすぐにメッセージとリクエストをいただいていたのに1年越しでリクエストにお答えする形になってしまってですね、遅くなって本当に申し訳ありません。番組を始めた頃はリスナーさんからどれくらい反応があるかもわからなかったので、実は先に半年分のプランを決めて取りだめしながらリリースしていってた感じだったんですよね。で、今年の後半ぐらいからだんだん柔軟にプランを考えられるようになってきたんですけれども、本当に私の技量不足でお待たせしてしまってすいませんでした。決して歌うのが嫌だったとかね、そういうわけではないんですよ。ただこの曲は結構カラオケ音源に工夫が必要な曲でしたので、この1年間いろいろな曲の音源を作ってきてやっと今作れるようになったという面もある曲でございます。愛の不時着は韓国での放送は2019年の12月から2020年の2月で、韓国での放送が終わった後ネットフリックスで配信されて日本でも大ヒットしたドラマでしたよね。この愛の不時着とイテウォンクラスの大ヒットが日本での第4次韓流ブームと言われているそうなんです。少し調べてみたところ、まず第一次韓流ブームはヨン様の頃ですよね。2003年から2004年頃に放送された冬のソナタがきっかけで爆発的なドラマのブームが起きたと。これが第一次韓流ブームと言われています。そして第二次韓流ブームは2010年頃でカラ、少女時代、ビッグバンなどの K-POP の大衆化に伴うブームと言われています。ドラマ界隈ではチャン・グンソクさんが爆発的な人気だったとこの頃記憶しております。そして第3次韓流ブームは2016年あたりと言われていて、この頃は BTS や TWICE など今もね爆発的な人気を誇るグループと10代から20代の若い方を中心に韓国のメイクとか韓国のグルメが流行した時期を言うそうです。そして第4次韓流ブームが2020年ということでですね、もう数年に1回は韓流ブームが日本で起こっているようなんですが、だんだんと間隔が短くなってきていますよね。もはや K-POP も韓国ドラマも一部の人が熱狂的にハマる世界という感じではなくて、数ある音楽ですよね。 J-POP とか洋楽とかそういったものと並んで一つの選択肢としてですね、日常に馴染んできているようにも思いますよね。私はネットフリックスで愛の不時着を拝見したんですが、割とクラシカルな韓国ドラマだなという印象を受けました。ネタバレにならないようにあまり詳しい内容は話さないんですけれども、北朝鮮と韓国それぞれの社会で力を持っている人たちが出てきたり、分かりやすい悪者役がいたりですね、そして結ばれてはいけない2人が運命的に惹かれ合って愛し合ってしまうという悲哀の中で紡がれる愛ですよね。私が最初に韓国ドラマに触れた頃の冬のソナタの時代のドラマを思い出すような展開もいくつかありましたね。昔の韓国ドラマって展開も感情表現ももっとね激しかったように思うんですけれども、最近はドラマの中の登場人物に悪者が誰もいないというかですね、登場人物がみんないい人たちばかりで、その中でのぶつかり合い、葛藤とか悩みを描くようなドラマも増えてきた中で、日本でこの愛の不時着が大ヒットしたという現象が私は個人的にとても興味深かったですね。結局日本人って冬のソナタみたいなドラマが好きなのかなっていうのも思いました。第一次韓流ブームから20年が経過して見る世代が変わってもなおクラシカルな韓国ドラマに魅了されるのかもしれないですよね。さて、で
では今回カバーする曲の話題に入っていきます。今回はダビチさんのサンセットという曲をカバーしますので、まずダビチさんの紹介からいきますね。リクエストをくださった時にレモンさんもおっしゃっておりましたが、ダビチさんは OST の常連アーティストですよね。ここ10年ぐらいの代表的なドラマには大体 OST で参加されているような印象がありますね。ダビチさんは女性デュオグループで、メンバーはイ・ヘリさんとカン・ミンギョンさんのお二人です。グループ名の由来はダ・ピチダ、すべてを照らすという意味の言葉から来ているそうで、世界を二人の歌声で照らすという意味が込められているそうです。今回調べて初めて知りましたけど、とても素敵な由来ですよね。デビューは2008年で、デビューの早い段階からヒット曲を記録し、その年の新人賞も受賞されております。ダビチさんのお二人はですね、お二人とも歌唱技術はとても高いです。そして二人の中音域の響きが似ているという特徴があります。なので A メロを交互に歌うところでも、二人の歌声の落差をあまり感じないことが多いですね。お二人とも息混じりの切ない響きでの表現がとてもお上手なんですが、イ・ヘリさんの方が高音がパワフルに出ます。一方の低音低い音の方はカン・ミンギョンさんの方が響きのサイズが大きいんですね。なので大抵2人でハモるときはヘリさんが上パート、ミンギョンさんが下のパートを歌っています。それぞれがソロでも十分に歌っていける技術があるこのお二人が、それぞれの強みを生かした声域でハーモニーを聴かせてくれるグループということで、大変贅沢ですよね。ほんと耳のご褒美みたいなハーモニーを聴かせてくれるお二人です。このお二人は年齢が5歳離れていて、ヘイさんの方が年上だそうなんですが、プライベートでもとても仲がいいそうで、お互いのことをね尊重してる感じが歌のハーモニーにも現れているように感じます。では続いて今日歌う曲サンセットの歌詞の紹介に入っていきますね。この曲は女性側の彼を守ってあげたい気持ちが表現されている曲です。まず A メロの部分からいきます。아무말하지않아도何も言わなくても그대의 눈빛을 보면あなたの目を見れば전해지는 시린 마음伝わってくるしびれた心깊게 잠긴 목소리深くかすれた声옅은 그 미소는淡いその笑顔は긴 하루를 보여주네長い一日を見せてくれるねという出だしです。とても美しい歌詞ですよね。彼は自分には優しく笑顔を向けてくれるんだけれども、目線とか声に疲れがうかがえて、自分のために長く大変な一日を過ごしてきたことがわかるよということを歌っている内容になります。そしてサビの歌詞を紹介しますね。난 항상 이 자리에요。私はいつもここにいるよ。어김없이 찾아올 보랏빛 노을처럼。必ず訪れる紫色の夕焼けのように。비록 내 품이 좁더라도。たとえ私の胸が狭くても안아줄게요。抱きしめてあげるよ。という歌詞でございます。このプンという表現はよく歌に出てくるんですよね。너를 품에 안고とかありましたよね。君を胸に抱いてという意味の歌詞ですけれども、日本だとこのプンというのが胸とか懐というような訳になることが多いんですけれども、人や物を抱きしめた時に接する胸のあたりの面積を指す言葉のように思うんですね。なので私の胸が狭くてもという歌詞には、女性なので男性よりも体格が小さいですから、彼を物理的に包み込んであげることはできないんだけれど、
そこを気持ちで超えたいみたいなね、気持ちで抱きしめてあげたい、守ってあげたいというような思いが込められているように感じます。もうこのあたりドラマの内容にもぴったり合う歌詞でね、非常に素敵だと思いますね。では曲を聴いてみてください。ダビチさんのサンセットをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回はね、一人ダピチということですね。またセルフコーラスで頑張ってみました。この曲はボーカルのメロディーが比較的シンプルで、全体的に静かに歌う曲なので、カラオケ音源で変化をつけて広がりを出していく必要があるんですね。ダビチさんの原曲はもっともっと音数が多くて、ギターの音やストリングスやパーカッションも入っているんですけれども、これを全部再現することはできないので、私はピアノとシンセサイザーとドラムの音を中心に、一部ハンドクラップといってですね、この手拍子の音を入れてみたりしました。音数を減らしつつも原曲の雰囲気に似せて作るっていうことで、この曲はとても勉強になりましたね。レモンさん、リクエストありがとうございました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。